こんにちは。このチャンネルでは普段は僕がチェロを弾いている動画を投稿しています。で、今チェロを始めて1年半ぐらい経ちました。で、今日はなぜ僕が会社員として働きながら毎日2時間以上チェロを練習しているのかについて話してみたいと思います。まず簡単に自己紹介をさせていただくと、僕は名前は澤田健太と言います。で、今28歳です。出身は大阪の東大阪市というところで、大学入学を機に東京に出てきました。大学は上智大学というところで理系だったので、電気や機械の勉強をしていました。大学でワンダーフォーゲル部という登山をする部活に入っていたんですけど、そこで出会った同級生の方と結婚して、今は奥さんと2人暮らしをしています。で、仕事はプラントエンジニアリング業界の会社に新卒で入社しました。主に石油とか天然ガスのエネルギープラントを設計して、それを日本または海外に建設する会社です。実際に中国の現場に駐在して施工管理の仕事をしたりもしました。で、今社会人5年目です。ということで、自己紹介はここまでにさせていただいて、ここから本題のなぜ僕がチェロを始めたのかということについて話したいと思います。僕は社会人になって以来、ずっとある悩みがあって、それが原因で社会人3年目の時にうつ病になってしまって、で薬を飲んで治療しながら生活をしていました。でその悩みは何かというと、心から夢中になれるものがないという悩みです。僕は何かに心から熱中して夢中になって感動していきたい。でも日常の中でそういった場面がなくて、惰性で毎日を過ごしているような感覚で生きてる手応えみたいなのが感じられなくて悩んでいました。僕が思う夢中になるっていうのはどういうことかというと、無条件でやりたいと思うことに熱中するということです。無条件というのは、それをやってもしお金とか人からの評価が得られないとしても、それでもやりたいと思うことに熱中するということです。この無条件でやりたいことに心を燃やすということが人間にとっての生きがいだと僕は思います。なぜそう思うかというと、条件付きで何かをやる、例えばお金を稼ぐためにとか、社会や他者からの評価を得るために何かをするとなると、それはつまり他者の期待を満たすためにその物事に取り組むということになると思います。そういうふうに自分の取り組んでいる物事が他者の期待を満たすことを目的にしたものばかりだと、それは自分が本当に望む生き方ではなくて、他人が自分に対してこうあってほしいと望んでいる姿をなぞりながら生きることになると思います。もしくは自分が他人に対してこう見られたいと思っている姿をなぞりながら生きることになると思います。そして何をするにも人からの反応や評価がないと満足感が得られないような状態になって、他者の期待を次から次へと満たすために生きているような状態が続くと思います。そういうふうに他者の判断に寄りかかって生きてしまうと、自分は自分が本当に生きたい人生を生きてないなという虚しさや手応えのなさを感じると思います。僕は人は他者の期待を満たすために生きているのではなくて、自分自身の期待を
まず満たすために生きていると思います。なので無条件でやりたいこと、要はお金や人からの評価がなくてもそれでもやりたいと思うことに対して夢中になるというのは、自分が本来ありたい姿を追いかける、自分が自分として生きるということだと思います。言い換えるとそれは生きがい、生きる手応えだと思います。もちろん仕事をして稼がないと生きてはいけないので、仕事をすることは必要ですが、無条件でやりたいことに熱中していなければ生きている手応えは僕は感じられないと思います。で、僕はこの無条件で熱中することが自分にはないという悩みを社会人になってからずっと抱えていました。その悩みが日に日に大きくなっていって、夜眠れなくなって、日中も気分が沈むようになって、それがどんどん悪化していって、社会人3年目の時にうつ病と診断されました。僕は社会人になってすぐの頃は仕事に熱中して仕事を生きがいにしようと思っていました。もともと就職活動の時には海外で活躍するプロフェッショナルなエンジニアになりたいと思って今の会社を選びました。でも今から考えると、それは自分が無条件でやりたいことではなくて、人から認められたいとか、両親だったり周りの人の期待を満たしたいとか、お金を稼ぎたいとか、そういった気持ちから選んだものでした。で、実際に会社で働くようになってまず気づいたのは、僕が普段やっている仕事は、僕がもし億万長者でもう稼ぐ必要がないならやらないことなんですね。一生生きていくのに必要なお金がもしあれば、毎日会社に行ってパソコンで作業はしないです。で、僕は1回しかない人生の中で何かに熱中して夢中になって過ごしたいと思っています。でもそれがお金がもらえないならやらないとか、人から評価されないならやらないようなことではあってほしくないんですね。僕にとって仕事は無条件で熱中できることではありませんでした。今会社員を例に出したんですけど、これは会社員以外のあらゆる職業にも当てはまることだと思います。例えば好きなことを仕事にしていると言われやすい美術とか音楽、文芸、スポーツ、料理などに関する仕事も、もしその人がもうお金を稼ぐ必要がないとした場合に、その仕事をもうやらないとか、もしくは今とやり方が変わるのであれば、その仕事はその人にとって無条件でやりたいことではない、生きがいにはならないと思います。例えば陶芸家の方は自分の作った作品が売れるとなると、同じものを何十個と作り続けるということがあると思います。でももしその人がもう稼ぐ必要はないとして、しかも作品を作っても誰からも評価されないとした場合に、それでも同じものを何十個と作り続けるかというと、僕はそれはやらないと思います。その状況でも陶芸をやるとすれば、自分が本当に作ってみたい作品を自由に作ると思います。それにその職業としてやっていることが本当に生きがいなら、仕事以外のプライベートな時間でも無目的な遊びとしてそれをやるはずです。他にも例を挙げると、例えばプロのピアニストの方がもしもう稼ぐ必要はなくて、しかも演奏しても社会的な評価が得られないとすれば、おそらく普段コンサートで弾いているのとは全く違う弾き方だったり違う曲を平気で弾くと思います。どういうことかと
いうと、職業として報酬をもらうためには人から評価される必要があります。作品を作る中でこうした方が売れるからとか、こうした方が喜んでもらえるからと思ってやっていたとしたら、それは会社員の僕がパソコンで分かりやすい資料を作って評価を得ようとしているのと全く同じだということです。世間では美術とか音楽、文芸、スポーツ、料理などに関する職業は一般的な会社員の仕事と別物のように語られることがありますが、本質は全く同じだと思います。両方とも社会から与えられたその基準の中で高得点を取って評価されることを目的にしている。でも裏を返せば、もし報酬がもらえない、褒められないならやらないことです。もちろん中には本当に売るつもりなしに自分の自由に好きなように表現して、それで偶然お金がもらえて仕事としても成り立っているということもあるかもしれないですけど、実際にはそんな人はほとんどいないと思います。僕がここで言いたいのは、どんな仕事であっても仕事というのは基本的に人間の無条件でやりたいことではない。で、ここまで話したように無条件でやりたいことこそが生きがいになるので、仕事は人間の生きがいにはならないと思います。さらに世の中で芸術とされている仕事の大半は実際には芸術ではなくて会社員の仕事と同じ労働だと僕は思います。そうすると、じゃあ芸術って何かというと、僕は労働と対をなすものが芸術だと思います。どういうことかというと、まず人が生きていくには社会の中で労働をして誰かに貢献して評価されてお金を稼ぐということが必要だと思います。その労働の中では生産性などの社会から与えられた基準の中で自分を測られて、社会の中で役に立つ歯車にならないと生きてはいけないという現実があると思います。それは本当の自分を押し殺すということでもあるので、苦しくてまた虚しく感じると思います。なのでそれに対して反発しようとする感情が人間にはあると思います。つまり自分は他人から認められるために生きてるんじゃないと、社会で必要とされるパーツになるために生きてるんじゃない、もっと自由に人からどう思われるとか関係なしに自分が無条件でやりたいことに夢中になりたい。別の言い方をすると、社会から与えられた基準の中で何かをするのではなくて、自分の物差しで自分の中にあるものを自由に表現したいという願望が誰しもあると思います。芸術というのはそういうふうに労働以外の場所で無条件にやりたいことに夢中になる。それによって社会の中で失ってしまった自分自身を取り戻そうとする、そういう行為や生き方のことを芸術というのだと思います。なので芸術というのは他者の評価を得るためにやるものではないですし、もちろん教養とか技能ではなくて、社会のシステムの中で自分の生きがいを貫く、その行為、その生き方のことを言うと思います。なので芸術にはプロとか素人っていう区別は絶対にないと思います。つまりそれでお金を稼げていようがなかろうが、そんなことは芸術の在り方とは関係がないからです。むしろプロとして稼ぐために、人から評価されるためにやっていたら、それは商品にしてしまっていると
いうことなので、芸術ではなくて労働になってしまうと思います。また芸術にはうまいとか下手っていうものもないと思います。うまいというのは社会の中でこういうのがうまいっていう基準が漠然とあって、それに近いものがうまいとされているだけで、実際にはその人が自由に表現したものがうまいと言われようが下手と言われようが、そんなことはどっちでもいいはずです。なのでうまい下手、勝ち負けみたいなものは芸術にはないと思います。それに芸術はあくまで自分の無条件な生きがいを貫くという生き方なので、自分はピアノとか自分はダンスとか、そういう一つの手法に限定するものではないと思います。何か自分の内にあるものを表現したいという気持ちがあって、そのために楽器を弾いてもいいし、文章を書いても話しても体を動かしてもいい、手法は何でもいいと思います。逆に職業的にやっているから一つに限定しようという発想になるんだと思います。あくまで芸術というのは社会の中で無条件でやりたいことに心を燃やす生き方だというのが僕の考えです。そしてこういう意味での芸術こそが僕にとって、そして多くの人にとって一番欠けていることだと思います。人が漠然と感じている虚しさとか生きている手応えのなさの原因は、義務的に労働することで一日が終わって、結局自分が無条件に何かに熱中するということがないというところに原因があると思います。仕事以外の時間は人生の休憩時間ではないです。むしろ仕事以外の時間こそが自分が自分として生きる、生きがいを追いかけることのできる時間だと思います。とは言っても今の社会では無条件でやりたいことに熱中するみたいな考え方はまだメジャーではないと思います。その理由に僕は世の中で職業主義的な考え方が強すぎるというのがあると思います。職業主義が何かというと、人を職業で見て自分を職業で語るような考え方のことです。その人は何をやっている人かイコールその人の職業は何かみたいに考える。で、自分の職業のプロフェッショナルを目指すことが人生のメインであるべきみたいな考え方が広くあると思います。例えばあの人はパン屋さんと、あの人はエンジニアみたいに職業名で人を呼んだりくくったりする。さらに自分自身にもその職業の枠を当てはめて、あくまでその枠の中で生きようとする。例えば自分はパン職人だからパンを作ることに専念していれば生活する分には困らないし、社会でも職人として評価されて世間体も立つと。もしくは自分は弁護士だから法律の勉強をして法的な案件にひたすら集中していればそれでお金には困らないし世の中は渡っていけると。でもそれらの仕事は結局はここまで話してきたように、その人がもしお金を稼ぐ必要がなければやらないことです。もしくは社会でそれが評価されないならやらないことだと思います。で、もしかしたらそういった仕事の外で無条件に熱中できることが何かあるかもしれないけど、そんなことをやってもまずお金にならないし褒められるわけでもないから、真剣にやってもしょうがないかなみたいな、こういう考え、こういう自分を職業の中に閉じ込めるような考え方が人間の生き方を本当につまらなくしていると思います。僕は職業を持つことを否定しているのではないです。仕事は生きる上で必要ですし、仕事を一生懸命やること自体は素晴らしいことです。ただ無条件で熱中することなく
仕事に追われてひたすら毎日を過ごすというのは、自分を社会で役に立つ歯車にしているだけで、たとえそれでどれだけ成功しても虚しさとか、これは自分の生きたい人生なのかなっていう感覚は消えないと思います。無条件にやりたいことに熱中することが生きがいを与えてくれると思いますし、むしろそれこそがその人を表すと思います。でも実際にはそういう人間本来の生きがいに光が当たることは少なくて、まるで社会での成功、要はお金や地位を得ることだけに価値があるように思われていて、社会で成功した人ばかりに注目して、自分の時間とエネルギーの大半を社会での成功のために費やそうとする。それが現代の不幸な部分だと思います。僕は社会で成功すること、大層な肩書きをもらうこと、広い家に住む、高級車に乗る、ブランド物の何かを身につけるみたいなことっていうのは、生きる上ですごく表面的なことで、それを追いかけても生きてる手応えはつかめないと思います。たとえ貧しくても、人に気づかれなくても、無条件でやりたいことに夢中になってはつらつと生きるということが生きることの素晴らしさだと思います。さらにもっと言うと、自分を職業で語らない、人を職業で見ないというこの考え方は、本当の意味で相手を理解することだったり、さらにそこから人に対して優しくなるということにもつながっていくと思います。少し話を戻して、基本的にどんな仕事も人間の無条件でやりたいことではない。仕事は生きがいにはならないと思います。そう思って僕は仕事以外のところで無条件に夢中になれるものを探そうと思いました。で、それをどうやって探したのかということについて話したいと思います。僕が探す上で意識したことは3つあって、1つ目が子供が遊びでやるようなこと、2つ目が自分が主体となってやるということ、3つ目が勝ち負けがないことというこの3つです。一つずつどういうことか話すと、まず1つ目の子供が遊びでやるようなことというのは、人が無条件でやりたいと思うこと、つまり利益とか得がなくてもただそれがやりたいと思うことって、子供が遊びでやるようなことだと思います。小さい頃に遊んでた時って、将来それが役に立つとか自分に得があるとか、そんなことは全く考えずに走り回ったり、絵を描いたり、泥団子を作ったり、歌を歌ったりしていたと思います。なので、そういった子供の遊びの延長にあるようなことというのを意識して探しました。2つ目の自分が主体的にやるというのはどういうことかというと、応援するとか干渉するのではなくて、自分の体を動かして自分の頭を使って自分が主体となってやるということです。主体的でないものの例を挙げるとすると、例えばスポーツ観戦などがそれに当たると思います。僕は野球を見るのが好きで、テレビで見ることがあるんですけど、例えば応援しているチームの選手がホームランを打って自分も喜ぶんですけど、でも実際にはそのホームランのために自分は直接何もしていないので、心の隅ではなんで自分は喜んでいるんだろうと思ってしまうと思います。もちろん息抜き、娯楽としてはいいと思うんですけど、見ているだけでは自分が心を燃やす自分の生きがいにはならないと思います。もう一つ自分が主体でない例を挙げると、よく自分の家族とか自分の子供が生きがいだという話があると思います。でも僕は家族とか子供の存在は生きがいにはならない、生きがいにするべきではないと思います。どういうことかというと、ここでは子育ての話をすると、
もし自分の生きがいは子供の人生だと思った時、そこには親の子供に対するエゴが生まれてしまうと思います。つまり親が思い描く人生や理想の姿を子供に委ねる、強いる、押し付けるという発想になると思います。でもたとえ自分の子供であっても、自分とは完全に別の独立した一人の人間です。子供は親の期待を満たすために生きているのではないです。しかも子供が人生の中で自分でした選択の結果を最終的に引き受けるのは親ではなくて子供自身です。なので親が子供に対して人生の選択や価値観を強いること、押し付けることは間違いです。たとえ子供のためを思ってやっていると言っても、何かを押し付ける時には親が自分の願望を満たしたいという別の目的があると思います。もちろん子供が援助を必要とした時にできるだけそれを叶える義務が親にはあると思います。でもそれはあくまで援助であって何かを押し付けてはいけないということです。そういった意味で子供を自分の生きがいにするというのは、自分の願望や理想を子供に委ねる、押し付けるということだと思います。なので子供や家族の存在は生きがいにするべきではないと僕は思います。あるべき姿は、まず自分自身が主体となって無条件に夢中になることがあって、その上で家族を含めた自分が接する人たちに最大限愛情を持って接するというのがいいのではないかと思います。なので話を戻すと、自分が主体となってやるということを意識して無条件で熱中できることを探しました。で、最後探す上で意識したことの3つ目が勝ち負けがないことです。どういうことかというと、人に勝つとか人と競争するということを目的にしないというのを意識して探したということです。僕は人がなぜ生きているのかというと、それは誰かと競争するためではなくて、自分自身の無条件な生きがいを貫いて自分が自分として生きるために生きていると思います。なので外から与えられた基準の中で人に勝つとか人より優れているということを追い求めても、虚しさを感じて本当の生きがいは得られないと思います。人と比べて自分はどうかみたいな相対的な価値を追いかけるのではなくて、自分が好きだと思うことを好きなように真剣に取り組むということに心を燃やしたいと僕は思います。例えば僕は過去にスポーツをやっていた時に、勝つことを目的にして取り組むということに納得がいかなかったんですね。なんで誰かに勝たないといけないんだろう、勝ったから何なんだろうとずっと思っていました。オリンピックで 100m 走を見ても、どうしてわざわざ速さで順位をつけて速い人だけを表彰するんだろうと思っていました。意味があるとすれば、走ってる人が夢中になって全力で走って爽快な気持ちになっていることであって、隣のレーンの人より速く走れるということに僕は意味はないと思います。もちろんビジネスとしての意味はあると思いますけど、そういうことではなくて、もっと本質的な生きる意味にはならないと思います。そういった考えのもと、勝ち負けを目的にしないということを意識して探しました。で、この3つの点から思いつくものをいろいろやってみました。具体的には貼り絵とか木彫り、陶芸などをやってみて、で楽器もやってみようと思って、もともと楽器を習ったことはなかったんですけど、昔からもし楽器をやるならチェロとかどうかなと思っていました。なぜかというと、小学生の時に宮沢賢治のセロ弾きのゴーシュという本を読んだんですけど、その本の中で主人公のゴーシュが夜に家で一人でチェロを弾いている
白黒の挿絵があったんですね。でそれが印象に残っていました。話の内容はもう全然覚えてないんですけど、その挿絵は今でも覚えていて、少しだけチェロに興味があったんですね。で仕事帰りにチェロの体験教室に行きました。この YouTube チャンネルで最初に投稿した動画がその時の動画です。初めてチェロを抱えて、右手で弓を持って弦をこすって音を出した時に、おっと思いました。チェロの振動が体に伝わってきて、低い音が部屋中に響いて、これは面白いかもしれないなと思いました。でその日からチェロを始めて、今1年半ぐらいですけど、毎日夢中になってチェロを弾いています。仕事もあるので時間は限られますけど、それでも毎日2時間は弾いています。で僕のチェロとの向き合い方についてなんですけど、ここまで話してきたように、チェロは僕にとって無条件でやりたいことなので、誰かから認められるとか評価されるためにチェロをやっているわけではないですし、もちろんお金を稼ぐためでもプロの演奏家になるためでもないです。僕がなぜチェロをやっているかというと、僕はチェロを通して自分がこんな風に弾いてみたいと思う演奏にチャレンジして、その瞬間を夢中になって感動して過ごすために毎日チェロをやっています。なので自分が夢中になっていればそれで100点です。これは僕の考えなんですけど、例えば将来のために今を犠牲にして何かをするとか、過去今までこういうことをやってきたから、今もこれをやるとか、そういうことではなくて、今この瞬間に無条件で心を燃やせることをやる。人生はその今心を燃やしたその瞬間瞬間の連続でしかないと思います。なのでその結果、将来どうなってるか、どこにたどり着いたかなんていうのは何でもいいことだと思います。なので僕はチェロで何か具体的な目標やゴールはないです。その瞬間に心を燃やすためにチェロをやっています。この YouTube チャンネルでは主にチェロで曲を弾いて動画を投稿しているんですけど、これはなぜやっているかというと、現代の社会の中で人が労働をしながらでも無条件で夢中になれること、生きがいを自分で作り出せるかという実験をしているつもりで、この YouTube チャンネルはその記録だと思ってやっています。あくまでチェロはその一つであって、チェロ以外にも夢中になれることを見つけて、いろんなことをやってみようと思っています。僕が社会人になって無条件で夢中になれることがないと感じて悩んで鬱になったように、僕以外にもそう感じている人はいると思います。なので僕がこの問題にぶつかってどうすれば今の社会の中で手応えのある生き方ができるのかを考えて実践して、それを YouTube に記録として残そうと思っています。さらにこういった人間の生き方についての自分の考えを話すような動画も投稿して、それをまとめた本を書きたいなとも思っています。今は僕も含めた大部分の人が社会のシステムに抑え込まれているような状況だと思います。そんな中で無条件な生きがいを作り出して生きるということを誰かが実践して提案しないと、人の価値観は変わらないと思います。なので僕が自分なりにそれを実践して問いかけたいと思っています。なので僕にとってはチェロを弾くことと YouTube や文章を通して生き方を提案するということが僕の無条件にやりたいこと、生きがいになると思っています。はい、ということで長くなりましたが、以上が僕が27歳でチェロを始めた理由になります。この動画を見ていただいた方もいろんな
意見があると思うので、そういった意見感想などあれば何でもコメント欄などで教えていただけたら嬉しいです。見ていただきありがとうございました。